知識と経験不足を原因とする不幸な結果は見たくないゆえの施策であるトレーナー適正試験ができたので参考として一般職員による回答を見ていく理事長と尋な。できたぞ、来期のトレーナー適正試験。あら、もうですか？中央のトレーナーを志す者は生半可な覚悟ではないからな。我々も全力で答えねばならん。さすがですね理事長、素晴らしいお考えです。そうだろう。それで理事長、今回作成されたのはトレーナー試験ではなくトレーナー適正試験なんですね。ああ、晴れてトレーナー試験を通過した者に自身の育成適性を自覚させるための試験だ。馬娘に芝ダート距離の適性があるのと同じですね。トレーナーも結局は一個人なのだから趣味思考や自身が育まれた環境がある。短距離戦が好きすぎてのめり込むあまり過去の全短距離レースの勝者を把握している者。親がダート専門の馬娘でダート知識を叩き込まれた者。まあこれはあくまでわかりやすい一例だがな。そうでないトレーナーさんにご自身の有する育成適性を理解してもらうための試験というわけですね。まだ不慣れなうちはサブトレーナーとして経験を積むかあるいは自分の知識が深いフィールドで戦う方がいいからな。知識と経験不足を原因とする不幸な結果は見たくないゆえの施策だ。北原トレーナーのように地方で経験を積んできたようなベテランのトレーナーには不要な代物ではあるが、北原トレーナーはペース配分やダートでの走り方などオグリキャップさんの資質を生かす数々の指導を行われた結果オグリキャップさんからも絶大な信頼を寄せられています。見事なのはオグリキャップの資質にしっかりと目を向け寄り添った点だ。教科書通りの汎用的な指導ではなくオグリキャップに寄り添いその才能を生かす指導をしたこと。北原トレーナーは地方にいる際は自分のことを三流と自称していたようですが。とんでもない話だ。担当の才能を生かし伸ばし勝たせるには担当に対する情熱だけでなく知識と経験も必須となる。しかし中央入りするトレーナーの中にはトレーナー学校からいきなり中央入りする新人トレーナーもいるだろう？そうですね、よっぽどの努力をされたと思います。だがそんな優秀なトレーナーでも夢を諦めトレーナーという道を自ら立つ者がいる。悲しいですね。トレーナーの夢。すなわち担当馬の栄光だな。はい、トレーナーとして大成するということは担当馬に輝かしい勝利をつかませることに他なりません。どのレベルまでを求めるかは現在この学園に在籍しているトレーナーさんの中でも各自設定しているハードルが異なるようですが。そうだな。とりあえず重賞で1勝なのか。G1 で1勝なのか。はたまたプインクルシリーズを制することなのか。このあたりは難しい問題ですよね。あまりこの言葉は使いたくありませんが頂点を目指すのであれば才能ある馬娘と契約することがそもそものスタートラインだったりしますし、その上で怪我することなく担当同士の関係も良好でなければ頂点は目指せません。それゆえに職業トレーナーとしてそこそこやっていくだけならどんな馬娘でもそこそこ勝たせてやればいいと考える者がこの学園にいるのは事実だ。まあそんなトレーナーも必要な存在ではあるんだが。そうですね。けどトレーナーさんの中には変わった方もいますよね。無才能の馬娘専門を自称するあのトレーナーだろう？才能がないと言われた馬娘が才能に溢れた馬娘を大舞台で食らう番狂わせを起こすことがあのトレーナーの生きがいだからな。結果として担当は G1 でも勝利を掴んでいるし私たちとしては何も文句はないんだが変わった男であるのは間違いない。さすがにトレーナー適正試験で無才能専門まではわかりませんよね。わかるわけないだろう。あれは適正ではない、ただの趣味だ。趣味でお給料がいただけるんですからある意味では幸せなんでしょうか。どうだろうな。ただ一つだけ言えることがある。と言いますと？それが趣味であろうと担当馬からすれば誰からも見向きされなかった自分をレースの主人公まで導いてくれた誰よりも信頼できるトレーナーという事実だ。そうですね。ではそろそろ本題に入ろうか。はい。これがその試験内容だ。1問だけなんですね。これから8時間のフライト、あなたならどこに座りますか？全員外専門賞出走に行くんだろうか。枠埋めまくれば日本馬のどれかは勝てるってやつか。外専門賞に行くと聞いて、こりゃアーモンドアイが一着馬になりそうだ。ジェンティルドンナは重すぎて失速しそう。大事なキャラがいないと思いませんか？フライトなのに。タキオンのお姉ちゃんのことだろうか。どうだ？シンプルでいいだろう。そうかもしれませんが。これで本当に適性がわかるんですか？もちろんだ。私が3日3晩悩み抜いて制作した問題なんだぞ。
それは大変でしたね。試しにトレーナーではないこの学園の一般職員に回答してもらったから見ていこう。はぁ、1、割と楽しそう。ゆっくりできそう。多分ここが気楽なはず。俺が臭くても関わらなければ完全に空気扱いしてくれるはず。この席が最も気を使わなくて良さそう。会話楽しそう。リクライニングできて通路側でトイレも困らんし隣人も安全で完璧。3、窓の外の景色を見ていれば美少女たちに心を奪われなくて済む。こんな美人さんたちの隣に8時間も座ってたらフライト終わる頃には恋に落ちてしまうから俺にはここしかない。8時間も俺が隣に座る馬娘ちゃんがあまりにもかわいそうだろ、いい加減にしろ。4、ステルとおしゃべりしながら仲良くおやつを食べたい。問題間違ってませんか？座りたいんですけど埋まってますよ。ここ誰か座ってるんですけど。見えてるやつと見えてないやつで回答が異なってきますね。5、ここで寝たふりしていればずっと静かかもしれない。横でずっと何か食ってるぞ。耐えられるのか。そもそも小栗は8時間のフライトに耐えられるのか？玉から機内販売はないと聞いているだろうから実は隣の空席に持ち込んだ弁当を積み上げているのでは。6、墜落事故が発生した時にくっついて助かりそうだから貴婦人の隣がいい。仮に助からなかったとしてもバスト95にしがみついてから逃げる。7、一番何もないだろうから。7は後ろが怖くね。可愛いだろ、殺すぞ。8、一番安全そう。 8でいいんじゃないかと思うが実はエアグルーヴの席だったりする可能性。9、僭越ながらここを希望します。10、ここしかないでしょ。9番10番を希望したこいつらには何が見えているんだ。病院送り待ったなし。なんか医者の試験かなんかでやばい答えしたやつは落とすみたいのがあったのを思い出した。12、 8時間のオペラをトークショーで退屈せずに済みそう。反対側の暴君はお怒りにならないだろうか。オペちゃんが勝手に盛り上げてくれそうだけどおるから無茶ぶり飛んできそうだな。向かいポー。皆さんの横に座るのは恐れ多いですから。添乗員用の席などに。俺は荷物入れにでも。ところで理事長。なんだ？この11番の席という回答なんですが。ああ。11。11。皆さん理由を書かずに11としか書かれていないんですが。最速を求めた結果だろうな。え？それ自体が理由になるから問題ないぞ。つまりカルストンライトに適性ありということだな。まあカルストンライトは一人しかいないからカルストンライト的な馬娘ということだ。そんな馬娘はいないと思いますが。これ1じゃダメなのか？ 1よりも11の方が直線多いからお得だろうが、さては直線素人だな。ライトウさん落ち着いてください。よし、マヤノは乗ってないから落ちることはないな。マヤノはコックピットにいるかもしれない。今からトップガンマーベリックの再現をしまーす。何を再現するって言うんだ。あの映画色々あるから。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。